強立さんのブースに遊びに来ました。どんなものが置いてるかっていうことで見ていきたいんですけど、やっぱこれ人気ですね。あ、このねテスターね、間違いないですね。どんどんバージョンアップして使いやすく作り込んでいってますので、なるほど。これなんかかっこよかったですわ。1万2000までいけるからね。1万2000ボトルえこれ新商品ですね。4月7日から不意に上がった時ですね。ここで引っかかります。3分系の土偶だけで手前が4分、奥が3分掴めるので抜けない。ゴム抜けない。全然。最後は和語で締めたいと思います。そこにドライバー差し込んでやるとほう。電線がああ、抜けるってそういう感じで、はい、へえ、これだけでもだいぶ時短ですよね。次これ何ですか？これめっちゃなんか太いのが入ってるんです。これメカメカしくこう刺したやつ面白い。これかっこいい。楽しい。 Coming like a Hellcat. 強立さんのブースに遊びに来ました。強立さんは以前ね、これ今日あるんかなあ、これや、これですよね、僕のやったやつ。なんかこっちじゃないですか。こっちか、これを僕の動画でやらせてもらったんですけども、その強立さんに来てます。でこの絶縁抵抗に関しましては詳しくやりましたんで、どんなものが置いてるかっていうことで見ていきたいんですけど、あやん今日面白いのはありますか？今日僕気になったのはこいつですね。ほうほう、何が面白いんですかね？これアナログのメガなんですけど、Bluetooth でつながるんですよ。前紹介したアプリにつながるやつなんですけど、今ちょっと設置がつないでるから短絡するとこっち表示出るんですけど、 Bluetooth でいけると。しかもアナログ。そうなんです。だから針の動きするけどもタブレット通せばデジタルで数字も出るっていうんで、さっきちょっと教えてもらったんですけど、このアプリがバージョンアップしたらしいんですよ。へえ。バージョンアップして今までその帳票が出力がなかったんですけど、Excel 形式で帳票の出力できるようになったらしいんで、アプリの更新をすると今そのアプリになるらしいんで、提出とかするときに楽ってことですね。そうですね。データやっぱいるとき表に打たないといけないことあるんで、それをしやすいようにアプリがバージョンアップしたらしいです。あとはクランプとか。クランプの種類多いですけどね。多いですね。僕が今使ってるのはこれかな。あ、これ。それが結構使い勝手いいですよ。ちっちゃくて便利そうですね。そうですね。やっぱこれ人気ですね。あ、このねテスターね、間違いないですね。クランプ付きのマルチテスターは人気ですね。こういうのがあったり。これは多いです。それはあれじゃないですか。外してケーブルかけてするフレキシブルのクランプちゃいます？あ、こういうことか。これやったら場所が限られるけど、狭いとこでもこう何とでもなると。あ、これいいな、安全ですね。で、でかい電線用かな。ですね。太物用。酸素、懸装機があって、あとは設置抵抗系とか。これなんやろ？コンセントに。あ、曲線調べるやつかな。コンセントテスター。なんかこれ住宅の人とかがよう使うんですかね。これもあれちゃうんですか、Bluetooth で。あ、そうですか。アプリでデータ取れるんですよね。だとあれですね、回路番号表作ってどのコンセントが何ボルト出てたかっていう全部データで提出せなあかんときに、3ピンと2ピンの変換。今やったらどうなるんかな。0ボルトって出るんかな。今0ボルトってことですよね。そうですね。80ボルト以下、100ボルト切れると100ボルトっていうふうになるんですね。測定値が出ますので。なるほど。やっていいですか。どうですか。これでやってみましょうか。あ、103ボルトってなってますね。コンセントのキャプ性も見てますので、ニュートラルとライン。こっちから見て左側がニュートラル、右側がラインだよってことですね。分かるようにしてます。すげえ。だからあれですね、成功中の裏の黒白の差し間違いが、ほんまやね。そこで判断できます。判明できますね。これはデモ用の回路。先ほどのコンセントチェックなんかもこちらで測定が、デモができるようにしてますね。こうやってデモとかもあるんで、実際にね買われる前にこの展示会でいろいろ自分で試してみてっていうのができるみたいです。
これは何ですかこれ？これは変わってるんですけど、100ボルトで動くようなこう電動ドリルですね、はい、こちらが漏れ電流が出てないかであるとか、これ自体が問題がないかどうかをチェックする測定器ですね。使用ワット数とかも分かる？使用ワット数は分からないですね。はははとか、あとはこういう電光ドラムが途中で断線してないかとか、はいはい、絶縁が悪くなってないかとかを調べる測定器ですね。はい、まあ、大きい工場とか入るとね、点検シールみたいなの貼らないといけないんで、こういうので調べてるのかもしれないですね。そうですね。ドリルとか持ち込みや使用前点検でありますもんね。はい、はい、これ太陽光の仕事で使いましたわ。でかっ。これめっちゃでかい。でかっ。なんすかそのお化けみたいな。これは高圧の絶縁抵抗系ですね。これが。はい。でこちらで絶縁測るのはもちろんなんですけど、グラフを液晶に表示したりっていうのもできるんで。なるほど。これなんかかっこよかったですわ。1万2000までいけるからね。1万2000ボルト僕ら1万でやったんかな。なんかやってましたわ。桁が飛んでるんですけどすごかったです。すごいな。あと何かおすすめと言いますか、一押し的なのが。今回の一押しはやっぱり Bluetooth になりますんで、Bluetooth をメインに展示してますね。なのでこの辺りが全部その Bluetooth 対応機器をまとめてる感じですかね。はい、Bluetooth 対応の機器としては、僕らちょっと紹介させてもらったこのメガと、はい、あと普通のアナログデジタルのメガと、はい、あとはクランプメーター、クランプメーターもあるんですね。はい、と照度計、照度計まで。こちらも Bluetooth 対応してます。なるほど。はい、であと先ほど紹介したコンセントテスター、はい、こちらも Bluetooth 対応になってますね。結構今あれなんですね、増えていってる状態なんですね。そうですね、 Bluetooth 対応どんどん増やしていってますね。はい、今後まだ増える感じですかね。そうですね、増やしていきますね。なるほど。はい、ちょっと最近は予定はないんですけど、そうなんですね。はい、ちょっと増やしていく方針ではやってますね。機器も増えつつ、そのアプリもちょっと随時バージョンアップしていく。そうですね、はい、やっぱりアプリ使ってる中でご要望いただくんで、はい、どんどんバージョンアップして使いやすく作り込んでいってますんで。なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ強立さん、この前ね僕動画の方でもお世話になりましたし、今日もちょっと展示会ということでお忙しい中いろいろ撮らせてもらってありがとうございました。ありがとうございました。で、僕らの中でも強立といえばもう電気計測器ということで、結構使わせてもらってるんですけども、これからの展開だとか、こういうことを頑張っていこうみたいなあれば僕ら職人に聞かせてもらえたら嬉しいんですけど。そうですね、今 Bluetooth の製品をどんどん増やしていってますので、使ってる中でご要望いただいて、はい、そのご要望をどんどん製品に反映していってますので、ぜひいろんな、ご意見をいただけたら、いい製品どんどん作っていきますので、ぜひご意見いただけたらと思います。よろしくお願いします。この動画を見てる方がちょっと要望ある場合ってどこに問い合わせしたら？そうですね、営業所に連絡いただくとか、あとお客様相談室設けてますんで、そちらにご要望いただければ、どんどん開発に反映していきますので、ぜひお願いします。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次は土牛さんのブースに遊びに来ました。前回2秒市でもね紹介させていただいたんですけど、結構この辺の商品が人気だったんですけど、また新しいものも出てるということで、ロギューの中島さんにご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは前回も紹介させていただいたんですけど、結構周りの電気屋さんとかもこれいいなっていう声、結構あって、これもやっぱ最高ですね。ありがとうございます。これは叩き用ですか？バー切ったりする。そうですね。こちらは叩く専用で作った商品で、レンコナイフで皆さん叩いて、そうですね、叩き用のナイフ持ってたりして、そうですね、それ用に定点剤とかカップスタッド穴を開けて加工したりするように作った商品です。でこれで叩いて切ることで、意外と割りが内側に入るので、そうですね、綺麗に切れるということで、こういう経点剤の丸いところを叩き切ってもらったりとか、こう缶詰のようにこう、そ
そういう使い方もできますし、やっぱ角スタッドでハサミが入らないとはいありまそこにす。開口のために使っていただける商品ですね。で叩き用なんでもう気兼ねなくはいバンバンいけますもんね。ちょっと抱いてください。これ1本あったら便利ですね。ありがとうございます。でサックもで、サックも専用別売で、はい、はい専用ありがとうございます。でちょっと引っ掛ける用のフック、ダウンライトの線取ったりするやつ。そうですね、狭いところから引っ張ってくるためのケーブルを引っ張る棒なんですけど、全長が短くできるので、ポケットとかこのサイズではい、いけます。しまい込んで使え結構 IV とかを皮むいてこう使ってたりするんですけど、これ1本あったら、はます。便利です。い。でなんか引っかかりやすそうな。はい、奥まで行ったらもう取れないっていう形。そうですね、引っ掛けやすい形状と、センターがちょっと柔らかくしてるので取れにくい。で、ワンピッチぐらいの長さのものもあるので、はい。この辺だと狭いところからケーブルを引き出すのに。そうですね。ダ便利ウンライトの線がどっか行くと、まあ大体これぐらいの範囲内に。そうですね、ありますので。で今ダウンライトもちっちゃいんで、はいでこの腕が入れへん時とかねこうできますんで、こう iPhone でこう見ながらこうこう便利グッズ。そうですね、はい本当に使っていただいた職人さんはかなり好評いただいている製品ですので、はい。でちょっとちらっと展示会限定でこのような商品もあるということで、こういうケーブルカッターがこれは販売されてるものはい、展です示会ね。限定で販売しています。展示会限定なんですけど、どういう使い方をするんですか。これはケーブルを切断するときにラチェットしなくてインパクトドライバーを使ってそのまま切ってしまおうっていう。充電ドリルではダメですよ。充電取りでは切れないです。インパクト専用専用ですはい。一応 CVT の101本ずつですけども、これで100スケまで100スケでインパクトにこのような形で、まあ、プラスビットを差し込んで S 字フックの感じで固定するという感じですね。ちょっとやらせてもらっていいですか。ゆっくり回して、はい。で晴天で、開く、で逆転でしまっていくような形で、お早っちょっと早いので危ないので、はい、CVT の60です。ちょっとゆっくり上と下と違いとか下の方がいいですね。おでここから今だいぶゆっくりめでいって今のスピード。大丈夫ですね。全開でいくと今ぐらいのスピード。早い。ケーブルカッターって結構1個だけ持とうと思っても結構値段的にね高かったりするんで、これあればインパクトは基本的に持ってると思うんで、プラスアルファで一緒に持っていけば道具のねかさばりも減るしっていう感じで、白スケまでだと大体そうですね。作業の方によっては右側の作業やと回れそうですね。こんな感じで、こちらはもう展示会限定そうですね。展示会限定で直接ご説明しての販売をさせていただいてますので、ということです。ありがとうございます。よろしくお願いします。これは銅管カッターですか。これはエアコンの導管とかの解体で現場で使ってもらうそうですね。開いた時のここの立ち上げが距離が出るようになってます。はい。なので、経点材からこう立ち上げが出るので、あ、中から切れると。中で切るときに切りやすい商品ですあ、ね。そうです。ここがまあ天井面やとするとここまで入りますもんね。そうですね。でこう力が入れられるので、 100ちょっとぐらいまでのはそうですね。飲み込んで、それとかあとはこの動画の今ペアコイルの切断解体持って帰るときにやっぱりちょっと短くしたいとかいう時の解体にも便利ですし、 2本一気に。そうですね。スパスパ切れますので、はい。ちょっとよかったらこの後にもうちょっと行ったら動画が。でこれが現場の動画ですね。ああ、そういうことか。ここで入りやすい。解体するときはいいですね。抜群に使いやすい。今までこれ皆さんケーブルカッターで切ってたので、そこは使いにくい場面があったり、お値段が結構高かったので、導管カッターってこれ値段もお安いので、これも銅管専用。そうです、もう専用にさせて鉄は切っといてね。鉄は切らない、はい。ただケーブルぐらいは切れますので、そうですか。どうですか。そうですね。これエアコンさんですね。
エアコン屋さんで今すごく人気の商品になりまして、めっちゃ気になったんですけどはいこちらのハンマーこれ新商品ですか？はい、4月7日から発売の新商品、上にカラビナのかけるフックがつきましたので、これでカラビナにこうかけてワンタッチで取り付けることができる。最高ですね。今流行りの商品かなと思いますので。これがなんかメーカーさんがもう直で出してるっていう。そうですね。メーカーの方カスタムじゃなくて、はいまあ、ハンマー直すとこって結構困るとこなんですよ。はい。これがなんかフックで直せるってことです。で、取りやすいですね、こっち。そうですね。縦売りされる電気屋さんとかと前にしとけば、ステップの時にこれで脱着脱着できると。これは今までありそうでなかった。そうですね。新しくできた商品です。こっちはセットってもっと重たいやつで足前さんとか使ってるタイプもございますので。 3種類。そうですね。3種類で、電気屋さん用のちょっとちっちゃいのもあるんですか？タイプと電光と電光とこれはもう足早普通のハンマーというかセットっていう感じですね。これを買おう。ありがとうございます。はい。合わせて一応ね、このフックもちょっと弊社の変わってるフックで、はい。ちょっとここが飛び出てるんですよ。ここがちょっと上がる。はい。ここがですね、つけた時にかけやすくて外れやすいんですけど、はい。次不意に上がった時ですね、はいここで引っかかりまああ、こうしゃがんだ時とかにこうなった時に落ちないす。と。特に足場とかでこう引っかかった時にこうなった瞬間にハンマーがそのままスコーンと抜けちゃうことがあるんですけど、はい。ここで止まるようになってるんです。結構このタイプって取れやすいのはいいけど外れやすい。外れやすいって結構ありますもんね。僕このカラビナ使用させてもらってる。ありがとうございます。でこれワンタッチで付け外ししやすくちょっと抜けにくいっていうところが特徴ですね。そこまで考えていただいてる。ここのタイプ僕タイプ止め保持するのにはい使ってるんで。ありがとうございますここの広いのが2個テープいけるんで。めっちゃちょうどいい。そうテープ直すとこも結構テープフッカーやと取りにくいしみたいな。はいこれやってね、はいはいもうそうですね。スパンで取れてすぐ戻せるし。ドギューの F53 とか FM53 っていうのがこの新しい形状のフックになってるのでおすすめの首振りもあるんですね。首振りもあります。これへえ。 54をあ、つかない時は倒しとくっていう感じで。 2種類やってます。こちらは前回も紹介させていただいたずん切り回しとナットを上げていく、今ちょうど動画でイソギンチャクって勝手に呼んでるんですけど充電ドライバーにつけてナットを上まで上げていかなあかん時に手じゃやっぱりこんな感じで時間かかるからこれでこうブリ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 ってこう上までそうですね。僕らで言うとラックポーズでは定番です。2段3段のラックの時って結構上までナット込めないといけないんで、これの3分4分兼用っていうのがすごいですよね。はい。3分4分兼用ドギューだけで手前が4分で奥が3分がつかめるので、でさらにゴムがあるから1つで3役使えます。でプラス最後後ろ六角つけてるので、はい手回しもできるんですよ。だから狭いとこで電動工具入らないとこなんかでも回すことできますので。このクリアランスでこう、そうですねこれを17、 17です。モンキーとか、電池とかで締めてもいいし、これはインパクトこれはねペンドラ用です。ペンドラフック。型崩れしない樹脂製なので、あ、そっかそっか。木差しが非常にしやすくて、でワンタッチなんで後差しできます。脱着される職人さんやとこっちのタイプの方が使いやすい。そうですね、結構便利です。これはこっち何ですかは、ドライバー用ですね。今流行りの電動のドライバーとか、はい細いタイプをさせてもらうのに、ちっちゃいミニ電動のやつ。ここの穴は何こうですね、こういうふうにカラビナ取り付けてもらったら、いろんなものプラス入れます。プラスアルファってことですね。と下げたいとか、これも初めてだから使い勝手がいい。これも今年の新商品です。あ、そういうこれ僕インスタかなんかでちょっと見たんですけど、ちょっと電気屋さんの商品ではないんですけど、
これ建前で大工さんが使ってもらう商品で、柱を差し込むのにそうそうです。建前で 3.5 寸の柱にここを引っ掛けて踏んで押し込むという商品なので、まだちょっと動画の方が YouTube にも上げてますので、はい、またそういうの見ていただけたら使い方です。これもドキュさんやった。あともう一個、これもちょっとYouTube でもすごく人気の商品で、インパクトフック、10ドルも抜けにくくなる。抜けにくくなる。純正のフックかけてこのまま引っかかるので、はい、簡単に落ちない。でも外に向けるとスッとこう取るときに角度つけてやってっていう感じで。これいいです。ちょっといいです。ほんままっすぐやと抜けない。抜けない。でこう倒すとにこう純正のフックがそのまま使えるので、ここに山ついてるからまっすぐやとこう引っかかるよと。わかるかな。でここをかわしてあげて抜くと。あ、これいいですね。素晴らしい。うん。純正の電動工具なんかではこれが非常に使い勝手がいいので、これでちょっと重心が斜めになるので抜けにくいです。簡単に本当に抜けない。でも結これを構しゃがんだ時とかに上がってしまってポロって取れることがあるんで、で外に向けると抜ける。逆に外に向くことってあんまりないですよね。こうバランス的つけてにるとバランス的に必ず手前に落ちるので抜けない。ボンでも抜けない。これ全然。でこのままそっちにするとこのそうこの動き向く手じゃ手でしか向かないよ、そうですね。だからまっすぐ刺してまっすぐ抜けるっていうのはやっぱ一番使い勝手がいいので、ここ非常におすすめの商品ですね。これ商品名はこれは、商品名が可愛い名前ですか。デンドルホルダー。FH101 です。これ流行りそうですね。今年エンドラホルダーです。はい、ありがとうございます。それで最後気になったんですけど、これですね。これはこちらは何に使う道具ですか。抱えだけに挟みですか。これ伸ばして長い。これで3メーターで離れたところにもうスプレーを振りかける商品なんです。もともとは虫とか蜂の巣電気、あとは外壁の補修とかいろんなことに使うんですけど、電気屋さんだったらなんかグリスを塗るとか、なんかそういうスプレーを離れたところに振りかけたい時なんかではちょっと使えるかなということで、手立つ持っていかなくそうですね。ちょっとこう使いたい時とか、補修用でこれ1個使えます回ったりとか。握ればシュート出る。そうですね。握ると今出ます。ここが押さえてシュッと出ます。固め太郎くんが噴射されるということです。これ面白いですね。だいぶ高いところまで行ける。これで3メーターなので。人間が持つ約5メーター近くまで下手したら上がるんですね。はい、ロギューさんいろいろ紹介していただきました。最後にお客さんにしてはい。メッセージあればお願いします。いろんな商品開発しておりますので、またご意見、ご感想等もお待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ロギューさんでした。お疲れ様です。今日はジャンボいろいろ回らせてもらったんですけど、最後はワゴで締めたいと思います。こちら僕らの動画が今日昨日と一日中流れてますんで、ありがたいことに。増田に爪汚いね。ちゃんとやっときゃよかった。現場周りなんでね。ってことで今日はあややんがこの動画にちょっと出れなかったんで、あややんメインで最後ワゴを紹介してもらって、ワゴさんの解説者さんと一緒にいろいろ商品を見ていこうと思います。じゃあワゴさんに解説をしてもらいながら、あややんと2人でいろんな商品あるんで見ていきたいと思います。ちょっとこれ気になったんですよ。はい。何ですかねこれね。これスプリング式の端子台になりまして、はい、通常国内ではこういうネジ式が主流なんですね。僕らでいうところのハーモニカハーモニ端子ですカ端子ですね。それが一応ヨーロッパ式の端子台になるんですけども、差し込みですか。差し込みですね。裸でいいんですか。裸で大丈夫です。より線は無理。いや、より線も大丈夫です。はい。より線単線がいけるってことですか。いけるっていうことですね。両方。これ
は向いて刺すだけですか？向いて、より線の場合は専用工具がいるんですけど、はい、こういったちょっとマイナスドライバーがあるんですけども、ああすごい細いやつ。で丸い方と四角い方があって、丸い方が電線挿入口で、四角い方がドライバーストローとなるんですね。はいはい。そこにドライバー差し込んでやると、ほう。電線が抜けるっていう。そういう感じで。はい、へえ、面白い。騙し飼いとか早くていいかそうですね。今までこれ電気通ってる時だと気にせなあかんかったけど、はいこっちやと流れてます。はい、流れてます。あ、いや、このドライバーに抜くときに。ああ、流れないです。はいはい。ああ、そうかそうかそうか。そうですね。ドライバー伝わってきましたもんね、今までね。はい。こっちの方がいいよ。うん、絶対。端子上げやっぱ時間かかるんですね。かかるし、やっぱ。だけで。そうやね。そうですね。だけできますね。はい。ユウさんの仕事半分減るそうですね。あとこっちのやつあれなんですよね。丸太で言ったらこのネジなくすんですよね。外したらどっか飛んでってね。これがなんていうトップジョブ S シリーズっていう感じで、はい。で電線のサイズによって一応こちらのようにシリーズがそれぞれ。あるんですね。はい。35、55扱い。これが55扱いか。はい。これピッチですね。あ、ピッチ。あ、この間のっていうことですか。なるほどね。あ、製品幅。厚さですね。はい。電線の大きさはだいたい 1.5、2.5、4スケ、6スケ、マックス25スケまでですね。なるほどね。25スケまではすごいね。25ってことは22スケまでスケやね。そうですね。ちょっとヨーロッパ式のサイズなんであれなんです。いやでもやっぱでかくなればなるほど端子上げめんどくさいんでね。めんどくさいしね、やり替えの時とかね。これが今2006、これか。これが8スケぐらいですか。8スケぐらいですね。はい。これね、8でも楽やね。これできるね。8が。最高。これはありがたい。でやっぱりお客さんで電線その裸線のまま決線するの嫌がる場合があるんですね。あ、そうですね。でそういう時には棒端子とか、弊社でいうフェルール、はい、かましていただくともう差し込むだけで大丈夫です。でこれ WFR みたいなのもあるんですね。あります。はい。でここがテスターなんですかね。ジャンパーですね。あ、ジャンパー。はい。こういうふうに渡りとか、はい。あ、そういうこと。これジャンパーになってるんですか。はい。これがそうです。なんかどんどんスマートになっていきますね。ジャンパーさしてなかったらここで電圧測定やろうってできるんですかね。ジャンパーさしてなかったら大丈夫です。2測れます。はい。かっこいいな。ここでは2は出ないんですか。そこでは出ないですね。はい。ここは。そこは大丈夫です。で出る。はい。ほんなら2テストするときはここ使うんですね。そうですね。なるほどね。面白い。あ、そういうことか。押すとこがこの樹脂で押すからドライバーに電気来ないんですね。そうですね。でここがこのジャンパーの位置ですね。ジャンパーの位置ですね。ちょっと隠れてるんですけど、はい。ここがね。最適ですね。面白い。ありがとうございます。端子上げなくなったら嬉しいですね。これだけでもだいぶ時短ですよね。次これ何ですか。これめっちゃなんか太いのが入ってるんですこれが100スケをマックス200スケまで対応できる端子台。六角でひねるやつ。六角でひねるやつですね。ちょっとこれ使ったことあるんですけど。あ、そうなんですか。はい。某テーマパークのバッテリー工事で初め見た時これなんやと思って。でもそのままだからぶち込める。そうですね。作業的には全部こういう構造になってまして、オレンジが一応ロックレバーになりまして、六角レンチで一定方向を回すところがあるんですけども、それを回しながら押さえてやると。ある程度いくとボタンが沈むんですね。その際にバネがパッと出て。あ、これですか。刺す時はこの状態で。電線入れてやって同じ方向少しだけ回してやります。そうするとロックが解除されて決線できる。はあ、面白い。仕上げもいらんし、トルク管理もいらない。そうですね。あれやね、主観のとこで一回来てこの端子で受けるやつがこれに変えれるっていうことですよね。こういう公共のとこで実績があるってことですね。実績があるっていうことですね。はい。端子ね、穴が開えへんとかって結構あるんですけど、これ1個あるとそうこの手間もいらへんしと思ってこう寄せてこう端子上げて、ね、長さ合わんかったらはまらへんですもんね、あれね。でどうしても後々ね和紙締めとかメンテナンスが必要なんですけども、これは一回決線してやるともうずっと同じというか和紙締めチェック絶対しますもんね。これはサイズは電線サイズはいくらまで？一応マックス200スケまでですね。200まで6から180、55からってことか。そうですね。スケが50。そう、185スケって下から150までかな。日本の CVT とかやと、これメカメカしくてこう刺したやつが面白い。これかっこいい。楽しい。
オウム電機さんの IP67 のボックスで、こういう使い方もできますよということですね。はい。ストレートめっちゃいいんじゃないですかこれね。ストレート、そうですね。これつなぎやすそうですよね。そうですね。でマウントできるんですか、レールにもうこのキャリアをつけていただくとレールに固定もできますし、直止もできるっていうタイプですね。こういうやつの中でね、ピースリーブとかでやるときあとめんどくさいんですよね。絶縁処理とかがね。で被覆付きのやつでもなんかこう長さが合わんくてうまく入らんくて、で上げ直すと今度長さ足りひんくなるけど、これレバー外したらもう一回抜けますもんね。抜けます。はい。長かったらもう一回ちょっと切ってやり直しが効きますもんね。そうですね。すごいわこれは。構造はもう WFR と同じ構造になってるんで。これストレートのやつ反対側にコーキングでも入れといたら前マッサニキが言ってた。これ1個用あっても面白いんちゃうかなと思って、生きてる線とか敷設されてる器具とかちょっと回路調べる時とかでも浮かして、テープ巻きしてちょっと置いとくっていう状態があると思うんですけど、1個用だとこれパチッと開けて閉めるだけで絶縁されるんで、そのテープ巻く手間が抜けるし安全でいいんちゃうかなと思って。何回も使えますしね。いいんちゃうかなと思って1個用。結構コメントでもありましたね。あ、そうなんですか。こういうので使ってる言ってたんで、1個用があれば結構僕が浮かした時って結構あると思うんで、電気屋さんは1個用1個用ってね。提案しておきますということで。一品でございます。ボトルティッシュになります。来場した方がもらえる。そうですね。来場記念品になりまゆうさんあれチャレンジしないですか、パッコチャレンジ。す。ぜひ。ボールもらう。ぜひ。一人ずつチャレンジしましょうか。ちょっと本気で。入るでしこういうのはさらっとね、マスダに決めるからね。ほんまにこれせえへんけど。ほんまに一発やからね、これ。持ってる。ってことでボールがもらえるっていうことで。あ、でも惜しいな。どんまい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。OB でなくさんよ。絶対強い。はい。ありがとうございました。見事なお仕上げありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。で、和子さんお二人出てもらってるんですけど、一言ずつもらいましょうか。ワゴジャパンは結構展示会とかもたくさん出ていて、いろんな製品を出してます。電気工事さん向けのコネクタだったりとかにはじめ、端子台とかそういうのもいろいろ出してますので、ぜひワゴジャパンをごひいきにお願いいたします。ちなみに何担当ですか？私展示会担当です。あ、展示会担当。はいじゃあ展示会に来たら会える。会えます、会えます。お願いします。ツイッターもやってるんで、ぜひフォローしてください。ありがとうございます。中の人です。中の人です。ははいい、ありがとうございます。これからもお客様のニーズに合ったような製品をどんどん作っていきますので、ぜひワゴジャパンコネクタはじめ端子台よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今日のジャンボはこれで終了になります。かなり撮ったんで長い配信になると思うんですけど、皆さん最後まで見てもらってありがとうございました。さよなら。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。